こんにちは、とまるぐです。今日はちょっといつもと違う画角でお送りしているんですけども、ここはね、我が家のリビングとなっております。いつもはね、仕事部屋の方で撮影してるんですけど、今日はね、ちょっとこの部屋の、この一角ぐらいの半畳ぐらいのスペースに僕のちょっとね、臨時の作業部屋というか作業スペースを作ろうかなと思っていて、その構築する様子をちょっと動画に収めようと思って今日はこっちの部屋でね、撮影をしているっていう感じです。ちょっと前にもね、ルームツアーで紹介した通り、僕はなんか仕事専用のスペースみたいなのを用意はしてるんですけども、もう少しで子供が生まれそうだっていうことで、もうずっとね、仕事部屋にこもってるわけにもいかないので、しばらくはね、リビングでもある程度の作業はできるような環境が欲しいよねっていうところで、今日はね、構築していくって感じですかね。もしリモートワークで専用の仕事部屋がないっていう人だったりとか、あとね、リビングで作業したいっていう人の参考になれば幸いです。ということで動画を撮っていきましょう。結構ね、僕の場合だとリビングがそんなに広くなくて、ちょっと机を置くスペースってなかなか取りづらいなと思ってたんですけど、ここにね、ちょっとした読書スペースみたいなのがあるので、一旦ね、ここを切り崩していこうかなと思います。このスペース自体は気に入ってるんですけどね、ちょっとどかしていきます。よいしょ。はい、じゃあこんな感じでね、この今リラックスできる椅子の空間を切り崩しました。ちょっとね、ダイニングテーブルもあっちに寄せて、だいたい畳半畳分ぐらいのスペースがね、ここにできている感じになります。がっつりね、そんなに重い作業するっていうわけでもないし、ちょっとしたね、デスクと、あと椅子が置ければいいかなっていう感じなので、半畳もあればね、だいたい十分なスペースが取れるんじゃないかなと思います。じゃあ早速ね、ここにデスクを持ってこようと思います。よいしょ、よいしょ。よいしょ。はい、じゃあというわけでね、まずはね、デスクを作っていこうと思います。こちらがですね、僕が昔、一人暮らしをしていた時に使っていたナステンっていうね、IKEA のテーブルトップですね。これはナステンっていうやつで、IKEA でだいたい3000円ぐらいで昔購入したもので、結構ね、見た目的にはオーク材のもう一枚板みたいな感じなんですけど、実際こう見てみるとメラニン加工がされている、印刷されたもので、結構ね、こうやって光を当てるとテカテカとする素材感になっています。もともとこの板自体は僕が一人暮らしをしていた時に使ってたもので、これに関してはね、引っ越しをする際に物置にしまい込んでてずっと使ってなかったんですけど、せっかくね、このリビングにちょっとした作業スペースを設けるっていうことで、もともと使っていたものをね、再利用しようということで引っ張り出してきました。結構ね、サイズ感的には 120×60 とかだったかな。全然ちょうどね、作業する分には大きいぐらいかなと思います。で今回デスクを構築するために使う足なんですけど、これですね。これもね、IKEA で購入したオーロブってやつですね。このオーロブっていうやつはここを回すことでちょっと見えるか微妙なところなんですけど、こんな感じでメモリがついてるんですよ。このメモリで60センチから90センチの高さで、デスクのね、高さを調整できるっていうアイテムなんですね。僕が購入した時はだいたい1個500円ぐらいで購入できた格安だったんですけど、最近だとね、1000円ぐらいするそうです。なのでこの天板が3000円で、この足が1本1000円なので、7000円ぐらいしてしまいますね。ちょっとね、新しく購入するなら割高っぽい感じなんですけど、自宅にね、あったものなので、実質0円っていう感じです。この組み合わせはね、昔使ってたんで、普通に前に開けた穴があるから、全然簡単にできそうですね。こんな感じで1本の足につき5箇所のネジ止めをしていく感じですね。IKEA のデスクの場合だと、この天板と足を自由にそれぞれ選べたりするので、結構ね、この辺は好みで選んでみてもいい気はします。はい、デスクが完成しました。だいたいね、15分ぐらいかかったかなと思います。これを、ちょっとどういう風にレイアウトしようかな。ダイニングテーブルがこっちに来る感じで、このファブリックボードの下あたりにダイニングテーブルが来てほしいので、ちょっとこれを壁沿いに寄せる感じにした方がいいかな。こうやって座るとあっち側にねテレビがあるので、テレビを見ながら作業はできるんですけど、ちょっと集中力は難しいかなと思うので、ちょっとね作業は壁に向かってしようと思います。こうかな。よいしょ。
これがだいたい80センチで、これ120センチなので、40センチぐらいね、飛び出てしまってる感じになります。まあ、この辺はね、ちょっと広めの方が作業しやすいはしやすいので、まあ、しばらくはね、これでしょうがないかなと思います。続いて椅子ですね。椅子に関しても、本当はね、もう少し高い椅子を用意して、まあ、できるだけね、快適に作業したいんですけど、とにかく今回のコンセプトはリーズナブルに、まあ、自宅のリビングにね、隣人の作業環境を設けるっていうところなので、できるだけ予算を浮かすために無印良品のワーキングチェアを用意しました。無印良品のね、この椅子に関してはだいたい1万円ぐらいで購入しましたね。今はもう数年前に購入したんで、多分違う色とか、この足のフレーム部分がね、黒とかになっちゃってると思うんですけど、結構ね、この1万円ぐらいの割には、このランパーサポートというか、腰当て部分も結構ちゃんとしっかりしてるし、このキャスター部分もね、滑りが割といいし、座った時にガススプリングでね、割とこう、高さもね、自由に調整できる感じなので、コストパフォーマンス的にはそこそこいいのかなと思っています。僕身長が178センチなんですが、ここのね、腰にちゃんとこのランパーサポート部分が来てくれるので、ある程度こう、姿勢を意識すればそれなりに快適に作業はできるんじゃないかなと思います。本当に1日何時間も座り続けるとかじゃなければ、1日3時間とかあったらね、全然これでもいけそうですね。あとまあこの色の雰囲気的に部屋の統一感がね、出やすいので結構気に入っています。はい、とりあえずね、定位置が完成したので、ここにいつも使っているというか、リビングで使うガジェットをね、持ってこようと思います。M1 MacBook Air、あとはまあ PC スタンド、予備の HHKB と、あとまあトラックパッドかな。よいしょ。この辺をガッと持ってきて、これを構築して、はい、というわけで、リビングにね、半畳ぐらいの作業スペースができました。これね、だいたい構築するのに今30分ぐらいでできたんですけど、本当に簡易的なものなんですが、ある程度ね、最低限快適にテキスト作業とか、まあそれなりにね、作業ができる環境が構築できたかなと思います。ちょっとね、簡単に紹介していくんですけど、まずね、デスクはさっき紹介したものですね。IKEA で購入した120センチの天板に、まあ可動式というか、高さが変えられる足を装着しています。これでだいたい7000円とかですかね。それに無印良品で購入したワーキングチェア、だいたいこれが1万円ぐらいです。ファブリック素材でいい感じです。あとリビングで作業するときはそんなにね、がっつり動画編集とかをやるっていうわけではないので、ある程度ね、軽くて持ち運びがしやすくて、そこそこね、バッテリーも持つ MacBook Air の M1 のチップを搭載したモデルを今使っています。これを単純にデスクに置いただけだと結構ね、こう背中が丸まってしばらく作業してるとこの辺がね疲れてくるんですよね。結構もう体がバキバキになってしまうので、まあ、4000円とかで購入して、まあ、いつもね紹介しているこのスタンドですね、ノート PC スタンドを使ってそれなりにね目線の高さにディスプレイが来るようにしています。でここのねデスクの上にディスプレイを置くか迷ったんですけど、そもそもね僕1枚しかディスプレイを持っていないので、このねリビングの作業のために、まあ、新しくディスプレイを購入するのもなっていうのもあるし、ちょっとねリビングに関してはできるだけ物を置きたくないっていうこともあって、まあディスプレイって結構ね圧迫感あるじゃないですか。なのでそれを置くのをやめて、このノート PC スタンドをこっちに持ってきて、まあ、基本的な作業はねこれで行うっていう形にしようと思っています。この辺はねどんどん使い込んでいくうちに気分が変わるかもしれないんで、まあ、その時にはねまた改めて紹介しようかなって感じですかね。まあ、これはね HHKB プロフェッショナル BT っていう Bluetooth 版のものなんですけども、いつも使っているものとはまた別にね予備として持っているものなので、これをまあリビング用として使おうかなと思っています。基本的にねテキストワークするときはできるだけこの深いストロークのキーボードを叩きたいっていう欲があるので、まあ、結構簡素な感じでディスプレイすらないような作業環境なんですけど、これをね導入するっていう感じですかね。で基本的にテキストワークの時はトラックボールとかではなくてトラックパッドをね使うことが多いんですよ。理由としてはまあこうやって打ってる時にこっちでこう移動するよりも、まあこうやってね親指とかで移動できた方が楽っちゃ楽なので、まあ、このマジックトラックパッドをリビングに持ってきています。まあ、あとはこの辺なんですけど、この辺はいつも使ってるメモ帳とか、前にも紹介したんですけど、こういうガジェットポーチとかをまあ同時に持ってきて、
して作業するときに、これをね、向こうの部屋から持ってきたり、あとはこれは MacBook のカバーなんですけど、こういうのを置いたりしています。このデスクのサイズ的には120センチなんですけど、120センチも正直そんないらないかなっていう感じはしますね。ちょっとね、自宅で作業するとか、テキストワーカーの人だったら本当に80センチぐらいのデスクでも、割と問題ないのかなと思います。本当に機材とかたくさんね、使うような人だったら120センチ、150センチってあった方がいいとは思うんですけど、リビングに作業環境を構築するっていう目的だったら、もう少しね、小さくてもいいかなって感じですかね。あと個人的になんですけど、このせっかく構築したデスクなんですけど、買い替えようかなと思っています。っていうのも、このオローブっていう足なんですけど、これね、高さ、伸縮を変えて、60センチから90センチの高さで変えられるっていうのは結構いいんですけど、こうね、テキスト作業してるとね、結構ガタガタ揺れるんですよね。これ自由段階的に目視で高さを調整するので、意外とね、この足の長さが微妙にずれてて、ガタつきが結構起きるっていうのがなかなか直せなくてですね、作業をしている時には不便に感じそうなので、無印良品の折りたたみ式のデスクとかに買い替えようかなと思っています。もしね、デスク作業のためにこのオローブっていう足を購入を検討している人はちょっともしかしたらやめた方がいいかもしれないです。で、あと個人的にね、ちょっと気に入ってるものだとこれですね。これはなんかね、リビングの間接照明用に購入したノートっていう IKEA のランプなんですけど、ここで明るくね、部屋の中を照らせるっていうのと、あとここに読書ライトついてるんですよ。これ2500円ぐらいで買えるんですけど、読書ライトがね、こういう風についてて結構自由自在に動かせるんですね。なので今ね、ちょっと思いついたアイデアなんですけど、ここにね、デスクライトがないので、ひとまずこれで明かりを確保して、なおかつね、部屋をこっち側の照明で明るく照らせるっていうね、結構ね、一石二鳥かなと思いました。これね、結構リビングの作業環境としては割といいアイデアなんじゃないかなと思います。あと一応ね、この辺にも触れておくと、これもね、IKEA で購入したエネビーっていう Bluetooth スピーカーですね。だいたい1万円ぐらいで多分ね、新しいものに切り替わるんで、今生産完了品みたいになっちゃってるんですけど、1万円ぐらいで買えるのであれば結構音質もそこそこいいので、普段はね、多分 PC とこれを接続してなんかちょっとした BGM を聴いたりとかができるかなっていう感じですね。この辺にはね、植物が置いてあります。あとここにはね、Amazon のスマートスピーカーのエコーショー5が置いてあって、ちょっとしたね、本とかがここに置いてあるコーナーになっています。ちなみにここにはケーブルがまだ散乱してる状態なんですけど、一応ね、ケーブルストックというか、なんかこういうこれも IKEA で購入したものなんですが、この中にね、全てのケーブル類を収納していて、ここから作業するときは電源が取れるかなっていう感じです。はい、というわけでこのリビングのだいたい半畳分ぐらいのスペースに予算2万円ぐらいで、このね、デスク環境というかちょっとした作業環境を構築してみました。メインの作業スペースの方は結構ね、白とグレーを基調として、それをね、イメージして作っているんですけど、このリビングに関してはできるだけ白とナチュラルウッドみたいな感じで統一感を出しているので、それをね、意識した感じでこの作業環境も構築しているっていう感じですかね。で、予算に関してはこのノートとかデスクとか椅子とかを新しく購入すると大体2万円ぐらいになってしまうのかなっていう感じなんですけど、ホームセンターだとね、もう少し安く天板が売ってるし、足もね、可動式のものじゃなければ本当に500円とかで購入できるのがあるので、意外とね、1万5000円ぐらいあるとこのぐらいの作業環境は構築できるのかなと思いますね。あとこういう PC スタンドとか、もしね、ディスプレイとかを持っている人だったらそういうのも使ってもいいと思いますし、自分だけの秘密基地っていう風にはいかないですけど、リビングのね、ちょっとした自分の城みたいなのが別荘みたいなのがここに構築されたっていう感じですかね。これでね、もし子供が生まれたとしても、この部屋でね、作業ができるので、とりあえずひとまず安心かなと思います。というわけで今回の動画は終わりにしたいと思います。トバログではこの動画の他にも別のね、作業環境のルームツアーとかガジェットレビューをよくしているので、もしよかったらチェックしてみてください。それでもしよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。